こんにちは。こんにちは。はい、やりギターの YouTube チャンネル、今回も張り切って、参りたいと思いますけれども、今回はテーマは何なんですか？はい、今回はですね、先日僕と道前さんで、社員にアンケートを取りましたよっていう動画をアップしたんですけれども、はい、そこの動画に、たくさんコメントいただきまして、はい、見ました？道前さんコメント。それはもう一文字残さず全部、はい、はい、どう思いました？いやー、みんな真面目やな僕らが思ってた感じとちょっとは違いましたね。僕らはちょっとね、ふざけたって言ったらあれですけど、ちょっと面白い動画、面白系にそうだよ、の動画を撮ろうと思ってたら、今意外とそうじゃない20メートル走ってる場合じゃないのふざけるなということもあり、もっともっとじゃあアコースティックギターのことを、やりギターから発信できることいっぱいあるんじゃないかということで、アコースティックギターの部分ですね、パーツ1個を取り上げて、そこを徹底的にこう掘り下げて語り合っていただこうという超絶マニアックなバズり間違いなしや待ったなしやで。そう、うんということで、今回はですね第1回目になるので、はい、どこから行こうかと思ったんですが、はい、まずはサドル。サドル、はい、今日はサドルをサドルか、2人に語っていただきたい。で、今回立石君に来てもらったんですけど、はい、その理由としては、今レギュラーラインでバウンドチェックを担当しているということで、はい、サドルの達人や。そう、おそらく、今日本で一番サドルを削ってる人間ではないかというレベルで、本当に毎日サドルを加工しているので、もうほぼ成分が牛骨になってきてる僕のっすか？骨格がナットサドルとかに関しては、エアリギターで今一番プロフェッショナルでそうやある、彼と、カスタムショップで道前さんも道前さんなりに独自の、考え方を持ってサドルの加工だったりをしていると思うので、お互いの意見を交換し合ったり、交換する時には討論し合ったりして、最終的にはお互い何か得るものがあったり、視聴者の人が、見てあーって思うような内容になればいいかなと思ってます。並んだらどうしような頑張ろうか、頑張ろう、頑張りましょう。それ含みで最後まで頑張りましょう。楽しんでいただけたらと思います。お楽しみに。はい、はい、というわけで早速、サドルについてお二人に語っていただきたいと思いますが、サドルで語るですね。サドルで語るいくらでもあるでしょう。サドルで語るやっぱ普段から思うところはいろいろあるんですかね。それはもう現場の意見をちょっと聞いてみよう。君は何か牛骨に関して思うことあるんか？牛骨をもういきなり素材に入ってきましたね。だからまず、今一般的に使われるのは牛骨ですよね、一番多く使われてるのは、で、昔は象牙なんかも使ってましたね、で最近だとタスクっていう、あとは変わったところでいうとカーボンだったりとかブラスっていう金属だったりとか、そうですね、いろいろあると思いますけども、水牛とかもあったよな。水牛もありますね。それぞれいろいろ特徴はあると思います。僕は牛骨やな。昔はそれこそ象牙使っとったけど、象牙はやっぱ一番やらしいな。反発力があってそれが非常に音に好影響を与えるっていう。で象牙は愛用されとったんやけど、そういう世の中じゃなくなったからな。そうですね、今ちょっともう新品のギターには使えないですもんね。牛骨やで。牛骨今レギュラー製品はもうほぼ全部そうやな、牛骨でいってるんですけど、やっぱ牛骨が一番安心感があるというか、もう他の素材を考えるときにまず牛骨を基準に考えるような感じになってきてますよね。牛骨の音の特徴っていうのはありますか？つうか俺他のと比べようがないできるだけ硬い方がいいかなとは思う。硬い方がいいけど、サドルは微調整せなあかん、上下を。で金属でいくと、そこら辺の微調整がうまいこといかんということで、やっぱ牛骨、密度の高い牛骨かな。じゃあ、今は
その牛骨を一番使ってるから牛骨を一番のバランスがいいとして、例えばタスクなんかはアメリカに行くギターはアルバレズヤイリはもうほぼ全部タスクです今。アメリカに行く中でも短パンのモデル、サイドバック短パンのモデルがタスクになってますね。牛骨と比べた場合に、やっぱり高音に特徴がある感じですかね。割と材質的にはどうなの？材質的には割と叩いた感じ金属的な音が鳴ると言いますか、もうちょっと硬質な感じの音がする。床に落とすと結構チャリンっていうぐらい、そうですね。削り心地は？削り心地は割とサクサク削れていくんですけど、サクサク削れる、はい。ピックアップのノリは？ピックアップのノリはすごく音質がタイトになりますね。タイトになる。もうより弦の音がもっとダイレクトに響くような感じに。じゃあ硬い系、密度高い系。そうですね。特に今アルバレズヤイリで出しているモデルはアンダーサドルのピックアップばっかりなんですけど、なんで本当にサドルが変わることによって音質の変化はかなり出てきますね。そうか。好き嫌い？個人的には牛骨の方が好きなんですけど、ただ狙いがあってやる場合は、狙いがあって素材を変える場合はかなり特徴があっていいかと思います。なるほどな。よりクリアでタイトで、サステインも伸びるかと思います。あれだけ硬い感じの、硬いって言ったらなんかちょっと悪いかもしれないですけど、硬くてサクサク削れるか。加工性はいいですね。昔ミカルタとかあったやんか。はい。あれはウッドマイカルタを薄い木材を樹脂で何層にも重ねて強度を出しているというものはベースなんかのテールピースとかで今は使ってますね。サドル、マットサドルでは今使ってはないですけど、昔なんか使っとったよね。昔使ってましたっけ？なんか一つ謎の素材がピックアップのバランスが全然取れんって言って、いろいろなんかその辺試してましたもんね。もうなんかいろいろサドルにしてみたっていう動画も撮れそうですね今の話。そうや、面白いやろな。同じギターでサドルだけどんどん付け替えて音の変化をみたいな。ゴムで作りたい。ゴムでいきますね。ゴムで作りたい。固めのゴムでかなり変わりますもんね。はい、続いてはですね、サドルの厚みについてはそれぞれどうでしょう？厚みな、それこそ俺が入社した頃はさ、厚み6ミリのやつとかあれ流行っとったよな。厚み、はい、そうですね。あれどう？あれはもうピッチ調整の目的ですよね、主に。普通の一般的なモデルはサドルの、横から見た図は山形になるのかな。普通に山形横から見ると、けどピッチ調整のことを考えると一定の山形よりも1弦ここ2弦ここ3弦ここ4弦ここ5弦ここ6弦ここってピークを変えてあげる。そうすることで各弦の弦長が補正されるんで、結果的により正確な音程を得やすくなる。そういうのがあるんですよね。けどまあピッチ調整で言うてもな、いやで6ミリのうちの前2ミリだけ使ってあとは弦に沿わせたったらいいもんね。そうですね。はい。そうやって考えると6ミリあろうが何ミリだろうが関係ないかな。けどどう思う？6ミリにすることによる影響。そうですね。弦をよりサドルに乗せてやるという目的でやるんであればかなり効果はあるんでしょうね。まず今ヤイリギターの基準はだいたい 2.5 ミリぐらいっていうのが前提ですけど。そうですね。レギュラーラインは 2.5 ミリ。5、6ミリかな。もうちょっと厚くなってきたかなっていう。俺3ミリや。3ミリあるんですね。僕も3ミリですね。やっぱ3あるといいよ。いいっす。3あるといい。ピックアップも乗せやすいしな。そうですよね。3あるとピックアップが安心感ありますよね。そう3ミリは本当に 2.5 とかやとちょっと不安な薄さやな。3ミリに慣れてしまったのかもしれないけど、やっぱ3ミリぐらいあるとサドル自体の反りとかも少なくなります？反るよ。反るときは反ります。反る。3ミリあって俺前半の 1.5 ミリぐらいでピッチ調整して後ろの半分は弦に沿わせるみたいな。後ろ半分、そうなんですね。ぐらいの勢いでいってるけど、道前さんのサドルなんか2弦を結構下げてるような印象だったんですけど、そこまで下げんよ。あとはやっぱピッチ調整し
った上でできるだけサドルに弦を乗せてあげて伝達を良くするというかその尖ってしまうとまあ弦も切れやすいしうまいこと乗らんっていう感じがしますよね。なるほど。三前さんはやっぱりなるべく弦はサドルに乗せてやるっていう何乗せちゃわないの感じなんですね。乗せちゃわないの。そこは分かれるところなんじゃないですかね。点で当てる人、点で当てる人、面で捉える派と点で行く人はどういうメリットがあるの？一時期自分は点で行った方がいいのかなと思ってやってた時期あるんですけど、ちょんちょんにしたの？ちょんちょんにやったらいやでもそれに近いんやけど弦がすぐにめり込むんであれは機能的に良くない、寿命は縮む、やりすぎると良くないですね。なんでやっぱり耐久面で考えても面で捉えるのはいいんじゃないかなと最近は思ってますけど、一枚さんもその感じだったんで僕はちょっと嬉しいですけど。そうか俺も嬉しいよもう一つじゃあ、ちなみにそのサドルですけど、ブリッジの溝にはまってるわけじゃないですか、その溝の深さってどう思いますか？そこよ、永遠の課題よどう思う？そうですね、弦からサドルでサドルからブリッジを伝ってボディに振動が伝わると思うんで、あんまり深すぎても弦の音感が強くなっちゃうんじゃないかなと思ってて、それにはまずコマの高さが関わってくる。そこなんですよね。はい、一枚さんコマの高さの設定どれくらいです？コマの高さの理想はやっぱ10かな。10、結構厚めですね。10にして溝を5。レギュラーラインも 3,4 弦ぐらいで深さ5ミリぐらいですね。あんまり浅すぎると倒れてきたり強度的に問題が出てくるしさ。そうですね。けど結構浅い方がいいんじゃないかなと俺は思うけど。そうなんですね。浅ければ浅いほどコマが生きてくる。そうですよね。はい。いやで浅い方がいいとは思うけど、浅いとさ強度的にやっぱりそうですよね。どうしても弦の力がかかってくるから。はい。いやでちょっとコマ厚めにしてするとええんじゃないかなって俺は思うんだけど、どうだろう。なるほど、そうなんですね。伊藤君はちなみにどれくらいにしてる？あんま言いたくない？いや全然。いやもう俺も本当道前さんとほぼ一緒。そうか。たまたまだけど、俺もコマ作り始める時はそれこそ1センチの厚みの材料からスタートして、でもちょっと削るから実際は多分 9. 点何本とかの仕上がりで、溝もちょうど本当に一番深い部分で5ミリかスタートで。申し合わせたかのようになんか大体全く一緒でもそれぞれ別の考えていったけども同じぐらいのところに落ち着いてたんです。コマに関しては一緒ですね。ただやっぱり深ければいいのか浅ければいいのかっていうのは答えはまだ出てない。そうね。次は底面ですね。はい。そこの、仕上げ方というかここは細かいんですけど、これ僕がちょっと思うところがあって、やっぱたまにクリニックとか行ったりすると、自分で削りましたっていうお客さんとか結構いたりして、そこを見るとすごい斜めになってたりとか、空いてたりとか、良くないですよね、その状態って。これをだからこの動画を通して今一度知ってほしいというか、そこの重要性っていうのを、それをちょっと説明していただきたい。結局はさ、究極的にはサドルとコマは一体化しとったらいいんじゃない？そうですね、振動を無駄なく伝える、できることならもうエボニーからサドルを削り出すぐらいなこの出っ張りをこのエボニーで作っていく。まあそれやとちょっと行動的にちょっと違うけど、やっぱり隙間なくぴったりフィットが理想じゃないですか。やっぱりそうですよね。いやでちょっとでも隙間あったりとか斜めだったりすると音の伝達とかかなりロスになるんじゃないかな。そうですよね。やっぱりサドルの溝の底を完全にまず平面を出して、それに差し込むサドルの底も完全に平面出してないと、やっぱり隙間があったらどうしても振動がちゃんと伝わらなくなってきますもんね。
そこのロスは絶対ない方がいいはずなんで、いやでお客さんらが自分で削るんやったら上っ面削った方がいいんじゃないかなとは。ご自分で加工する場合、一見ね底田はまっすぐだからこっち削った方が簡単に見えるけども、そうだ、こうやって削りゃいいだけやもんな、サンドペーパー置いて。ただ上よりシビアな部分がいっぱいあるから。そうですね。それが万が一ピックアップ付きのやつやったとしたらもう終わりやで、もう全然バランスが取れへん。そこは本当に削るのダメ絶対っていうことではい、続いて、原稿のセッティングですね。この工場出荷時レギュラーラインでは決まった数値で出して。そうですね、レギュラーラインでは基本的に12フレットで6弦側が 2.5 ミリで、1弦側が 2.0 の設定になってますね。低くなったよな、昔と比べると。結構前は3ミリぐらい、2.8 とかってやった。3ミリ近くの時代あったらしいですね。ライトゲージでですか？そうそうそう。けど俺だってミニギターやもん。そりゃミニギターやったらそれぐらいの設定にはなるわな。道前さんレギュラーラインじゃなくて、レギュラーラインもけど 2.8 って聞いたけどな。やっぱ同じでした。やっぱりクリニックとかで昔のうちのモデルはちょっと高めになってますもんね。てっきり時間の経過で上がったのかと思ったら、先輩たちに聞いたらやっぱ昔は高めに設定してたっていうことらしいんで、下がってきているかもしれない。弾きやすさ重視、弾きやすさ重視を弾きやすさ重視やと原稿低い方がいいし、音重視やったら原稿高い、ちょっと高めの方が、サドルがちょっと高めとかね、そっちの方がいいよな。一枚さんは基本設定はどのくらいなんですか？もう 2.5 の2ミリで一緒それぐらい。それはお客さん次第やけど、そうですよね。お客さんのあれにできるだけ要望に沿わせたいけど、そこがやっぱ一番大事ですよね。レギュラーラインはね、どんな方が使うかわからないからっていうところで無難なセッティングにしてるところはそこですね。あるから、カスタムショップで言えばやっぱり直接お客さんとやるとすることも結構あるんで、一枚さんも 2.5 ミリで出す方が少ないかもしれないし、まあな、いろいろです。そうだね。お店で出すときはまあ 2.5 やで。はい、というわけで、今日はお二人に存分にサドルについて語っていただきましたけども、面白いね。魂のモンゴンたちが溢れてきた。本当ですね。これね、きっと多分、視聴者の方はすごく喜んでいただけるんじゃないかと。僕ら正直実感はあんまないですけど、まあそれはだって毎日当たり前のようにこう触ってるものだったりしますから分かんないですよね。じゃあまたこういう大いに語る企画っていうのがこれからどんどん増えていくわけやな。そうですね。まずはちょっと反応を伺いつつ、これからもどんどんちょっと各パーツを掘り下げて、エアリーギターのとしての考え方というか、そういうのを発信しつつ、最終的にはエンドピンとか、そうですね。細かくなりますね。エンドピンそこまであるかな。いろいろとね掘り下げて、そうですね。いったら面白いかもしれないですね。はい。ぜひぜひ皆さんもコメント等で感想を聞かせていただけたらと思いますよ。本当やね。よろしくお願いします。これはコメント欲しい。私たちはわからない。本当ですね。はい、ということで、もう今日はこの辺で終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。